実写化キャスト発表されたぞー。ゆっくりレ夢ムです。どもども、ゆっくりマリサだぜ。人気ギャンブル漫画、嘘食いが2022年2月11日に実写映画化することが決定しているわ。今までの情報公開では、2人のキャストが発表されていたわ。バクさんとカジちゃん役の人だな。そして、10月27日に5名の追加キャストが発表されたわ。それに合わせて、映画の内容も一部公開されたわ。5人もか。これは楽しみだな。だから、今までに公開されている映画情報をまとめてみようと思うわ。今回の動画では、キャラクター編ということで、公開されているキャストを紹介していくわ。別で、映画ストーリーを解説するストーリー編もあげるから、ぜひ見てほしいわ。今回の動画はどんなことを説明してくれるんだ？実写化されたキャラクターと演じる役者を比較して、原作とどう違うのかってところを見ていこうと思うわ。実は、名前だけ公開されているけど、どんな役柄かわからない人もいるの。そんな人たちの役柄も予想していこうと思うわ。ということで、早速始めていくわ。よろしく頼むぜ。公開されている実写化キャストは、7名いるわ。実写化キャストと演じるキャラクターを合わせて、順番に紹介していくわ。まずはこの方。主人公、まだらめ幕役、横浜流星さん。ビジュアルはめちゃくちゃいい感じだぜ。原作通りの白スーツと銀髪がとても似合ってるんだぜ。あと、素敵な笑みからミステリアスさをめちゃ感じるぜ。そうそう、クールとミステリアスを兼ね備えた。まさに漫画通りのバクさんって感じね。あとは、この画像を見るとよくわかるんだけど、ワイルドさも兼ね備えてる感じね。原作でも、中指立てたり煽ったりしてるから、原作通りといえば原作通りね。まあでも私は、ワイルドなバクさんの感じもとてもいいと思うわ。公開されている情報では、日本の闇社会を牛耳る組織、会員制のクラブかけろうの頂点を目指していく、と、説明されているわ。このあたりの情報も原作通りだな。ビジュアルといい、キャラクターといい、バクさんは割と原作通りみたいだな。ただ、バクさんは拒絶体質の設定だから、流星さんの得意なアクションは見れなそうで残念だぜ。次はこの人。バクの相棒、梶高臣役、佐野優斗さん。裏社会を知らない一般青年の感じがいい感じね。すぐ騙される人の良さそうな感じも原作とそっくりね。公開されている情報では、天才ギャンブラー、まだらめバクに偶然出会い、人生が一変する青年、梶高臣。借金を抱えうまくいかない人生を嘆いている、そんなどこにでもいる青年が、バクと行動を共にするうちに賭けに魅了されていき、次第に相棒になっていく。と、説明されているわ。カジちゃんが借金抱えたダメ人間設定や、バクさんと行動を共にする理由も原作通りね。視聴者と同じ一般人目線で、天才たちの行動にコメントしていく感じになるのかな。個人的には、カジちゃんの成長ストーリーを見たかったけど、今回の映画では、時間的に入らなさそうかな。次回作に期待だな。次はこの人。ギャンブルオーナー、クラマランコ役、白石舞さん。性格のきつそうな感じとか、極道の感じとかがいい感じに現れているな。公開されている情報では、闇カジノを経営し巧妙なイカサマで客から金をむしり取るオーナー。と、説明されているわ。原作でギャンブル経営している設定ってあったっけ？あってもそんなに前面に出してなかったよな。原作では極道の設定だから、あまりよろしくないってことで修正されたのかな。今回公開されてないだけで、極道の設定は映画でも残っているかもしれないわね。ギャンブルオーナーは読み切りの時の設定ね。映画ではこの設定を引っ張ってっているのね。読み切りみたいに嘘食いとのバトルが見られるかもな。白石舞さんはコメントで、衣装や髪型もシーンごとに大きく変えているので、そこも皆様に楽しんでもらえたらと思います。と発言しているわ。原作通り、着物やスーツ、ワイシャツ1枚の姿が見られるかもな。それは絶対見に行くしかないわね。次はこの人。かけろう立ち会い人、メカマキロウ役、本郷奏多さん。不気味で暗い感じがそっくりだぜ。華奢な感じも原作通りだな。本郷奏多さんはコメントで、アクションシーンもやらせていただいたのですが、監督がアイディアを取り入れていただいて、かっこいいアクションになっていると思います。と発言しているわ。アクションシーンがあるのか。それは期待大だぜ。正直、アクションシーンは映像化が難しいし、なくても話は成り立つから、ないかもと思ってたんだぜ。メカマ役の人はまだ良いけど、夜行さん役の老人に動かせるのは非現実的だもんね。嘘食いの魅力の一つである、暴力、が、映画でも見れそうでよかったわ。本郷奏多さんは、漫画好きで有名だし、実写化キャストに定評があるから、とても期待しているんだぜ。コメントによると、本郷奏多さんはもともと原作読者みたいよ。漫画をよく知った人に演じてもらえると安心感があるわね。
次はこの人。かけろう親方様、桐間総一役、桜井海斗さん。ちゃんと触覚も生えているな。よく見ると眉間のほくろもあるんだぜ。クールで聡明そうな感じが、いい感じなんだぜ。公開されている情報では、かけろうで頂点に君臨し、親方様と呼ばれる謎の男、桐間総一、と、説明されているわ。謎の男と言われているから、原作通り勝負の最後の方に登場するだけかもね。それが、公開された情報では、嘘食いの初めての館声も映像化されるらしいの。最初から嘘食いのライバルとして登場する感じみたいね。それは楽しみなんだぜ。謎の男と言われるだけあって、親方様の情報はあまり公開されていなかったわ。原作通り、得体の知れないヤバいやつ、って感じになるような気がするわね。今後の情報に期待だな。次はこの人。かけろう立ち会い人、夜行彦一役、村上弘明さん。夜行さんの実写化、かっこいいな。めちゃ興奮するんだぜ。実写版は原作より若くてふっくらしているんだぜ。村上弘明さんは64歳みたいよ。夜行さんの年齢はわかんないけど、近く話さそうね。さすがにおじいちゃんに戦闘シーンを演じてもらうわけにはいかないもんね。村上弘明さんはコメントで、アクションは映画の見せ場にしたい、と言われ意気に感じ早速トレーニングを始めました。無敵の死神、夜行、にふさわしい体作りは思ったよりハードでした。と発言しているわ。戦闘シーン確定だな。すごく努力して体作りしたみたいだもんな。体がふっくらしているのもトレーニングの成果ということだな。華奢な老紳士が敵をなぎ倒す姿が魅力だったりしたけど、実写じゃやっぱり難しいみたいね。でも私は、ゴリゴリ夜行さん意外と好きだわ。次はこの人、マッドサイエンティスト、貞国一輝役、三浦翔平さん。これは、原作と全く違う感じにしてきたな。私は、マッドサイエンティストの設定とこのビジュアルはかっこよいと思うわ。原作のテロリストの設定がマッドサイエンティストに変更されたわね。これは、ミサイルや戦車の描写がよろしくないから変更したのかな。毒ガスとか使ってきそうね。視覚再構築の設定をやりやすくするために、この設定にしたのかもね。公開されている情報では、科学者でありながら、ある事件が原因でマッドサイエンティストに表変し権力者たちから金と命をかけて奪っていく。と、説明されているわ。もともと良い人だったのに、悪に染まってしまった感じか。これは、原作ラストの死を恐れぬ革命家を人間に戻した、的な描写が貞国を改心させる描写として使われそうだな。あと、ここで言われているある事件が、視力の喪失に関係しているかもな。原作と違うところも多いけど、大筋では一緒そうね。原作と違う貞国を見るのが楽しみだわ。これで、公開されているキャストの説明は以上よ。原作と違う点もちらほらあったけど、ストーリーをより面白くしそうな改編でよかったわ。それぞれのキャラの設定やビジュアルも完璧で、制作陣の愛を感じたぜ。映画がますます楽しみになったんだぜ。ということで、考察ターンに加えよう。3人のキャストの役柄が、まだ発表されていないんだよな。そうそう、この赤枠で囲ってある3人ね。まず箱の人から見ていくわ。森崎ウィンさん。名前といい、顔立ちといい、純日本人ではないっぽいな。その通りよ。彼はミャンマー人の俳優みたいね。純粋無垢で優しそうな感じ、そして純日本人ではない外見。私は、マルコ役ではないかと予想するわ。マルコか。これは納得なんだぜ。でも一つ気がかりな点があるわ。写真を見ると、森崎さんは割と細身なの。対して、原作のマルコは筋骨隆々なのよね。確かに、体型が全然違うな。まあただ、今の体型はわからないからな。絶賛トレーニング中で、体を仕上げているっていう可能性もあるかもな。割と早い段階で発表されたキャストだから、間違いなく主要キャラクターなはずよ。そういった点も加えると、マルコ役の可能性は高いわね。次はこの人。木村亮さん。すっきりした顔立ちのイケメンだな。彫りが深くて外人さんみたいだぜ。この目力が強い感じ。完全にヤンキーなのよね。ということは、役柄は門倉さんか。でも、原作のストーリーでは、ストーリー序盤に登場しないのよね。次回作への布石として、原作より早めに登場させる可能性はあるかもね。門倉さんは原作でも人気キャラクターだもんな。他の可能性としては、キャラさんが考えられるわ。雰囲気はちょっと違うけど、これもありそうだな。何より、映画であるであろうストーリーに登場しているキャラクターだという点が大きいわね。その点では、門倉さんよりキャラさんの方が可能性が高いと思うわ。最後はこの人。鶴見慎吾さん。少し年齢が高い感じだな。ということは高齢のキャラクターを演じるのかな。鶴見慎吾さんは、ルローニケンシンの実写化キャストにも抜擢されているわ。その時の画像がこれよ。
この優しくて冷静な感じ。まさか、ノアさんか。作中登場するおじいちゃんキャラということで、ノアさんである確率は高いかもね。さすがに坊主にはしないと思うけど、坊主にしたらそっくりかもね。これで、未発表キャラクターの考察は終了よ。意外と、外見から予想ができるもんなんだな。予想しているだけで楽しいぜ。正解発表はいつになるかわからないけど、正解していたら嬉しいわね。今回の考察に関しては、みんなの予想や異論があると思うわ。みんなの意見を、コメントでぜひ教えてほしいわ。今回は、嘘食い実写映画のキャストを紹介したわ。原作と比較して見ていくのがとても楽しかったわ。これから発表されるキャストに対して、より期待が高まったわ。また、実写映画のストーリー解説も行っているから、そちらの動画もぜひ見てほしいわ。みんなで実写版嘘食いを楽しみましょう。といったところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。